んこんにちは。20の作る音で WiZU に安らぎを与える WiZUASMR。 今日はリクの ASMR をお届けしたいと思います。はい、今日は私が WiZU の皆さんのために心が安らかになる童話を準備してきました。皆さんは童話は好きですか？なんか童話の読み聞かせの ASMR とかはあんまり私は聞いたことがないんですけど、なんか子供の頃とか読み聞かせとかをお母さんが多分してくれる思い出がある方も多いと思うんですけど、でもそういう役割に私が今回なれたらなと思うので、ちょっとでもこう安らかに眠りにつけてもらえたらなって思います。なので頑張ります。はい。幼い頃好きだった童話の主人公、主人公って言っていいのかわからないんですけど、鶴の恩返しがすごく好きで、その鶴の恩返しも読み聞かせでは聞いたことがないんですけど、アニメで見たことがあって、その時にすごい綺麗な鶴が追ってるっていうのを見てて、すごい綺麗だなと思って、すごい鶴の恩返しがすごく好きです。はい。私が普段から元気エネルギッシュって感じだと思うんですけど、今の私みたいなリクっていう人物が主人公になって、よくあると思うんですけど、動物のみんなとおしゃべりとか仲間たちと連れて楽しく和気あいあいとした主人公になるんじゃないかなって思います。題名をつけるとしたらリクと愉快な仲間たちで私が準備した童話の ASMR を今からお届けしようと思うんですけど、その前に WiZU ASMR のルールを先に見てミッションを成功させたいと思います。 ASMR は3分間行います。すべての音は、絶対に50デシベルを超えてはいけないそうです。50デシベルを超えると、超えた分だけ WiZU へのキャプチャータイムがあります。無事50デシベルを超えなければ、ファンクラブに WiZU だけの特別映像をプレゼントします。ではリクの ASMR を始めます。今日読む童話のタイトルは赤ずきんちゃんです。始めます。昔々、赤ずきんちゃんはおばあちゃんのお見舞いに行きました。そこへ悪い狼がやってきました。お花を摘んでいったらどうだい？そうね、そうするわ。赤ずきんちゃんは寄り道をしました。その間に狼はおばあちゃんのお家に先回りをして、なんとおばあちゃんを食べてしまいました。狼はおばあちゃんのふりをして待っていました。どうも様子がおかしかったので、赤ずきんちゃんは不思議に思って聞きました。おばあちゃんのお耳、どうしてそんなに大きいの？お前の声を聞くためだよ。どうしてお目目がそんなに大きいの？かわいい顔を見るためだよ。どうしてお口が大きいの？それはね、お前を食べるためさ。
大変だ。誰かが狼に食べられてしまった。漁師はハサミで狼の中を切りました。するとおばあちゃんと赤ずきんちゃんが出てきました。もう寄り道なんて絶対しないわ。赤ずきんちゃんはおばあちゃんと約束し、その後幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。私が選んだ名台詞。狼がそれはお前を食べるためさって、お口がなんでそんなに大きいのって聞かれた時に、そういうセリフを言ったのがちょっと怖かったんですけど、それがすごく印象に残ってます結構自分で読んでても結構怖かったです。はい、私の読み聞かせの赤ずきんちゃん、面白かったですか？はい、私も純粋な子供の頃に戻った気分でした。デシベルを超えたかちょっと気になるんですけど、多分ちゃんといけたんじゃないかなと思いますどれぐらい超えましたか？おおやった結構思ってたより、私普段声大きいじゃないですか。多分皆さんが一番知ってると思うんですけど、なので絶対超えるかなと思ってたんでよかったです。ってことはキャプチャータイムはないってことですよねでも皆さんも多分言いたいって思ってくれてますよねで私もちょっとこのままバイバイして終わるのはちょっとどうかなって思うのでやりたいんですけどどうやったらやらせてもらえますかねはい、はい。お母さんがおばあちゃんに渡そうとあざきたものは何？ちょっと確実じゃないんですけど、リンゴ違いますかちゃうかったはいで2問目、かずきんがおばあちゃんの家に行かないよう狼がとそこにお花を摘んで行ってあげたらどう？正解正解3問目です。おばあちゃんを食べた狼は赤ずきんがなぜそんなに目が大きいのと質問になんて答えた？かわいいその顔を見るためこれは覚えてました。3問中2問正解だったのでキャプチャータイムできるみたいです。よかったではどんなポーズをすればいいのか、このミッションボックスこれミッションボックスなんですけど、この中から選んでみたいと思います難しいな。素敵なヒーローポーズを見せてくださいってことだったのでいきますさあはいチョップスティックのこれではい2個目を引いていきたいと思います。さまざまなバージョンのウインクを見せてくださいということでいきます今日の ASMR が
眠れない夜移住の力になってくれることを願って、今日の ASMR 妖精リクはこれで終わりたいと思います。皆さんいい夢を見てください。おやすみ。グッナイ。皆さんこんにちは。ニナラジオステーションへようこそ。今回の放送は20オフィシャルの提供でお送りします。今日は DJ ニナと一緒にリスナーの方々から届いた質問にお答えしたり ASMR をやってみたいと思います。今回いろいろ質問とかも来てて、いろいろものもそのために準備したんですけど、皆さんも一緒に楽しんで聞いてくださったらすごく嬉しいです。今から ASMR モード、はい、2週 ASMR のルールを先に教えます。 ASMR は3分間行います。すべての音は絶対50デシベルを超えてはいけません。50デシベルを超えると超えた分だけ一瞬のキャプチャータイムが待ってます。なので無事50デシベルを超えれなければファンクラブに一週だけの特別映像がプレゼントします。小さい声で DJ ニナの ASMR スタート。今日はたくさんの質問が来てるんですけど、一つ目を早速読んでいきたいと思います。最近余っている食べ物は何ですか？最近はいちごチョコをよく作って食べるんですけど、バレンタインデーの時にメンバーのために作って、そこから結構ハマっちゃって作る機会が増えてよく食べるようになったんですけど、昔は小さい頃いいことがあったりとかちょっと気分がいいだったりとかした時にはお母さんが作ってくれてたんですけど、今度は私が作ってあげたいなって思ってます。それなんですけど、そのチョコということでチョコの音を今日準備してきました。なんかパサってなりそうな音のチョコを食べていきたいと思います。板チョコを食べていきたいと思います。加えちゃいました。次の質問は韓国語できているので韓国語で答えていきたいと思います。잠이안올때잠자기 위한 꿀팁 있나요? 제가 생각하는 꿀팁은 딱 3가지 있거든요. 따뜻한 차 마시기, 발을 따뜻하게 하기, 클래식 음악을 듣기. 이 3가지를 해주면 되게 잠이 바로 오더라고요. 그래서 오늘 그 따뜻한 차를 준비해서 한번 그 소리를 들려줄게요. 들리나요? 소리 들어.
a few minutes earlier than your roommate will give you a few moments to yourself to, do all the things that you really need to do, and then it'll leave time for, other things or talking with your roommate in the morning. Or, just worst case, just confront her and tell her, don't talk to me in the morning. And I'm sure if you say it nice enough, she won't take it to any offense. So, also, you got this. You can wake up in the morning. You can, tell your roommate all the things you want to say. So, please try that. Waking up earlier is definitely good for your body, apparently. So, それでこれが最後の質問だったんですけど、ASMR 終了です緊張したはい、ASMR モード終了です。やったー。リスナーの方々から届いた質問を読んでお答えしてみたんですけど、小さい声で話すのが初めてでちょっと難しくて緊張はしたんですけど、すごく楽しくて新鮮だったので、皆さんもぜひ楽しめたらすごく嬉しいです。お便りを読んで楽しく読んだんですけど、デジベルをたくさん超えちゃったので私は何回超えましたか？5回はい、私は5回超えちゃいました。なのでせっかくなのでミッションなのでかっこよくキャプチャータイムをしたいと思います。かわいいから1つ青メンバーカラー、ここは雑誌の撮影現場、モデルポーズを見せてくださいらしいです。じゃあ5個のモデルポーズを見せていきたいと思いますどうしよう、こういうどうやって撮るんだろういつも。じゃあモデルポーズの中でもかっこいい系とちょっとあざとい可愛い系を見せていきたいと思います。じゃあ簡単な可愛い系から。彩香ちゃんがその一つの撮影で何遊ぶってこういうポーズをやったんですけど、それを一回真似してみます。はい、じゃあ3つ目からかっこよくいきたいと思うんですけど、普通に真顔でいきたいと思います。はい、ということでミッションクリアですはい、ということで今日はここまで。皆さん楽しんでもらえましたか？ぜひまたニナのラジオステーションへ遊びに来てくださいね。それでは最後に今日のお別れ曲を聴きながら終わりたいと思います。心を落ち着かせる素敵なバラード、23の9 colors です。どうぞ。Be the hope, be the dream with you.